今日は日本人が週末をどのように過ごしているのかについてお話しします。もしあなたが日本を旅行したことがあるなら、土曜日や日曜日のショッピングモール、駅、観光地が多くの人で賑わっているのを見たことがあるかもしれません。しかし、日本人は実際に週末をどのように過ごしているのでしょうか。興味深いことに、日本人の週末の過ごし方は、この30年ほどで大きく変化しました。かつては会社中心の生活が一般的でしたが、現在では家族や趣味、自分自身の時間を重視する人が増えています。週末の過ごし方を見ると、その国の価値観や社会の変化が見えてきます。今日は金曜日の夜から日曜日の夜まで、日本人の典型的な週末を追いながら、現代の日本社会についても考えてみたいと思います。まず、週末は金曜日の夜から始まります。昭和や平成初期の日本では、金曜日の夜に会社の同僚と飲みに行くことがよくありました。当時はノミニケーションという言葉まで存在していました。これは飲むとコミュニケーションを組み合わせた言葉です。仕事が終わった後に一緒に食事やお酒を楽しみながら人間関係を築く文化があったのです。しかし現在では、そのような習慣は以前ほど一般的ではありません。若い世代を中心に、お酒を飲まない人が増えています。また、仕事とプライベートを明確に分けたいと考える人も少なくありません。実際、多くの会社員にとって金曜日の夜は、ようやく自分の時間が始まる瞬間です。ジムへ行く人もいます。映画を見る人もいます。家でゆっくりゲームを楽しむ人もいます。昔の日本では、会社のために生きるという価値観が強かったと言われますが、現在では、自分の人生を楽しむという考え方が広がりつつあります。土曜日の朝になると、多くの人が少し遅く起きます。その理由の一つは、日本の通勤事情にあります。東京圏には約4000万人近くが暮らしており、多くの人が電車で通勤しています。片道1時間以上かけて通勤する人も珍しくありません。海外から来た人が驚くことの一つに、日本人の通勤時間の長さがあります。毎朝満員電車に乗り、長時間移動する生活は決して楽ではありません。そのため、土曜日は睡眠不足を解消する貴重な時間になります。一方で、小さな子供がいる家庭は少し事情が違います。日本では習い事の文化が非常に発達しています。実は、多くの子供たちが週末に何らかの習い事をしています。サッカーや野球だけではありません。ピアノ、水泳、書道、英会話、プログラミングなど、選択肢は年々増えています。親にとって週末は休みの日というより、子供の送迎の日になることも少なくありません。午前中が終わる頃になると、多くの家族がショッピングモールへ向かいます。ここで興味深いのは、日本のショッピングモールが単なる買い物の場所ではないということです。特に郊外では、ショッピングモールが地域コミュニティの中心のような役割を果たしています。昔の日本では商店街が地域の中心でした。魚や肉や本や八百屋などが並び、人々はそこで買い物をしていました。しかし現在では、多くの商店街が衰退し、その代わりに大型ショッピングモールが発展しました。その結果、週末になると3世代の家族が同じ施設に集まる光景も珍しくありません。祖父母はカフェで休憩し、親は買い物をし、子供たちはゲームセンターへ遊び場で楽しむ。一つの建物の中で、それぞれが異なる時間を過ごしているのです。これは現代日本の家族の姿を象徴する風景の一つかもしれません。また、日本人はカフェが好きだと言われます。もちろん世界中にカフェ文化はあります。しかし日本のカフェ文化には少し特徴があります。それは、一人でも入りやすいということです。欧米では友人との会話を楽しむ場所という印象が強いことがありますが、
日本では一人で静かに過ごすために利用する人も少なくありません。本を読む人、資格試験の勉強をする人、パソコンで作業をする人、ただ窓の外を眺めながら過ごす人もいます。日本では一人の時間を大切にする文化があります。そのため、週末にあえて一人でカフェへ行くことは決して珍しいことではないのです。もちろん、すべての人が外出するわけではありません。実は近年、おうち時間という言葉がよく使われるようになりました。特にコロナ禍以降、自宅で過ごすことの価値を見直した人が増えたと言われています。日本は世界有数のアニメ大国です。また、ゲーム産業も非常に発達しています。ネットフリックスや YouTube などの動画配信サービスも広く利用されています。そのため、家から一歩も出なくても十分に楽しめる環境があります。興味深いことに、日本ではインドア派であることが必ずしも否定的に捉えられません。むしろ、自分の好きなことに集中できる時間として評価されることもあります。一方で、自然を求める人もいます。海外では、日本は大都市のイメージが強いかもしれません。しかし実際には、国土の約7割が山地です。少し都市部を離れるだけで、美しい自然に触れることができます。そのため、登山やハイキングは非常に人気があります。最近では健康志向の高まりもあり、ランニングやサイクリングを趣味にする人も増えています。また、キャンプ人気も続いています。特にコロナ禍の期間中は、人との距離を保ちながら楽しめるレジャーとして注目されました。忙しい都会の生活から離れ、自然の中で静かな時間を過ごしたいと考える人は少なくありません。そして日本人が愛しているものの一つが温泉です。日本には火山が多く存在するため、全国各地に温泉があります。旅行というと海外を想像する人もいるかもしれません。しかし、日本人にとっては、一泊二日の温泉旅行も非常に魅力的な選択肢です。温泉地へ行き、ゆっくりお風呂に入り、美味しい食事を楽しむ。それだけで十分にリフレッシュできると感じる人も多いのです。最近ではスーパー銭湯やサウナも人気を集めています。日本人がお風呂を特別なものとして考えていることは、外国人から見ると興味深い文化かもしれません。日曜日になると、少し雰囲気が変わります。土曜日は楽しむ日ですが、日曜日は準備の日でもあります。洗濯、掃除、買い出し、作り置き、共働き世帯が増えた現在、平日にすべての家事を終わらせることは簡単ではありません。そのため、多くの家庭では日曜日に翌週の準備をします。これは現代日本の働き方とも関係しています。仕事、家事、育児を両立するためには、計画的に時間を使う必要があるからです。そして日曜日の夜になります。日本には、サザエさん症候群という有名な言葉があります。長年放送されているアニメ、サザエさんが日曜日の夕方に放送されるため、その番組を見ると、明日からまた仕事や学校が始まると感じる人が多かったのです。もちろん正式な病名ではありません。しかし、この言葉が長く使われていることからも、多くの日本人が週末の終わりを少し寂しく感じていることがわかります。このように、日本人の週末の過ごし方には様々な形があります。しかし、その背景には現代日本社会の変化があります。会社中心の時代から個人の時間を重視する時代へ、商店街からショッピングモールへ、飲み会文化から趣味の時間へ、日本人の週末を見ると、日本社会そのものの変化も見えてきます。もし将来日本を訪れる機会があれば、観光地だけでなく普通の人々の週末にも目を向けてみてください。そこにはニュースやガイドブックだけではわからない、本当の日本の日常があるかもしれません。今日は、日本人が週末をどのように過ごしているのかについてお話ししました。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。今日は、日本人が週末をどのように過ごしているのかについてお話しします。もしあなたが日本を旅行したことがあるなら、土曜日や日曜日のショッピングモール、駅、観光地が多くの人で賑わっているのを見たことがあるかもしれません。しかし、日本人は実際に週末をどのように過ごしているのでしょうか。興味深いことに、日本人の週末の過ごし方は、この30年ほどで大きく変化しました。かつては会社中心の生活が一般的でしたが、現在では家族や趣味、自分自身の時間を重視する人が増えています。週末の過ごし方を見ると、その国の価値観や社会の変化が見えてきます。今日は金曜日の夜から日曜日の夜まで、日本人の典型的な週末を追いながら、現代の日本社会についても考えてみたいと思います。まず、週末は金曜日の夜から始まります。昭和や平成初期の日本では、金曜日の夜に会社の同僚と飲みに行くことがよくありました。当時は飲みニケーションという言葉まで存在していました。これは飲むとコミュニケーションを組み合わせた言葉です。仕事が終わった後に一緒に食事やお酒を楽しみながら人間関係を築く文化があったのです。しかし現在では、そのような習慣は以前ほど一般的ではありません。若い世代を中心に、お酒を飲まない人が増えています。また、仕事とプライベートを明確に分けたいと考える人も少なくありません。実際、多くの会社員にとって金曜日の夜は、ようやく自分の時間が始まる瞬間です。ジムへ行く人もいます。映画を見る人もいます。家でゆっくりゲームを楽しむ人もいます。昔の日本では、会社のために生きるという価値観が強かったと言われますが、現在では、自分の人生を楽しむという考え方が広がりつつあります。土曜日の朝になると、多くの人が少し遅く起きます。その理由の一つは、日本の通勤事情にあります。東京圏には約4000万人近くが暮らしており、多くの人が電車で通勤しています。片道1時間以上かけて通勤する人も珍しくありません。海外から来た人が驚くことの一つに、日本人の通勤時間の長さがあります。毎朝満員電車に乗り、長時間移動する生活は決して楽ではありません。そのため、土曜日は睡眠不足を解消する貴重な時間になります。一方で、小さな子供がいる家庭は少し事情が違います。日本では習い事の文化が非常に発達しています。実は、多くの子供たちが週末に何らかの習い事をしています。サッカーや野球だけではありません。ピアノ、水泳、書道、英会話、プログラミングなど、選択肢は年々増えています。親にとって週末は休みの日というより、子供の送迎の日になることも少なくありません。午前中が終わる頃になると、多くの家族がショッピングモールへ向かいます。ここで興味深いのは、日本のショッピングモールが単なる買い物の場所ではないということです。特に郊外では、ショッピングモールが地域コミュニティの中心のような役割を果たしています。昔の日本では商店街が地域の中心でした。魚や、肉や、本や、八百屋などが並び、人々はそこで買い物をしていました。しかし現在では、多くの商店街が衰退し、その代わりに大型ショッピングモールが発展しました。その結果、週末になると3世代の家族が同じ施設に集まる光景も珍しくありません。祖父母はカフェで休憩し、親は買い物をし、子供たちはゲームセンターへ遊び場で楽しむ。一つの建物の中で、それぞれが異なる時間を過ごしているのです。これは現代日本の家族の姿を象徴する風景の一つかもしれません。また、日本人はカフェが好きだと言われます。もちろん世界中にカフェ文化はあります。しかし日本のカフェ文化には少し特徴があります。それは、一人でも入りやすいということです。欧米では友人との会話を楽しむ場所という印象が強いことがありますが、日本では一人で静かに過ごすために利用する人も少なくありません。本を読む人、資格試験の勉強をする人、パソコンで作業をする人、ただ窓の外を眺めながら過ごす人もいます。日本では
一人の時間を大切にする文化があります。そのため、週末にあえて一人でカフェへ行くことは決して珍しいことではないのです。もちろん、すべての人が外出するわけではありません。実は近年、おうち時間という言葉がよく使われるようになりました。特にコロナ禍以降、自宅で過ごすことの価値を見直した人が増えたと言われています。日本は世界有数のアニメ大国です。また、ゲーム産業も非常に発達しています。ネットフリックスや YouTube などの動画配信サービスも広く利用されています。そのため、家から一歩も出なくても十分に楽しめる環境があります。興味深いことに、日本ではインドア派であることが必ずしも否定的に捉えられません。むしろ、自分の好きなことに集中できる時間として評価されることもあります。一方で、自然を求める人もいます。海外では、日本は大都市のイメージが強いかもしれません。しかし実際には、国土の約7割が山地です。少し都市部を離れるだけで、美しい自然に触れることができます。そのため、登山やハイキングは非常に人気があります。最近では健康志向の高まりもあり、ランニングやサイクリングを趣味にする人も増えています。また、キャンプ人気も続いています。特にコロナ禍の期間中は、人との距離を保ちながら楽しめるレジャーとして注目されました。忙しい都会の生活から離れ、自然の中で静かな時間を過ごしたいと考える人は少なくありません。そして日本人が愛しているものの一つが温泉です。日本には火山が多く存在するため、全国各地に温泉があります。旅行というと海外を想像する人もいるかもしれません。しかし、日本人にとっては、一泊二日の温泉旅行も非常に魅力的な選択肢です。温泉地へ行き、ゆっくりお風呂に入り、美味しい食事を楽しむ。それだけで十分にリフレッシュできると感じる人も多いのです。最近ではスーパー銭湯やサウナも人気を集めています。日本人がお風呂を特別なものとして考えていることは、外国人から見ると興味深い文化かもしれません。日曜日になると、少し雰囲気が変わります。土曜日は楽しむ日ですが、日曜日は準備の日でもあります。洗濯、掃除、買い出し、作り置き、共働き世帯が増えた現在、平日にすべての家事を終わらせることは簡単ではありません。そのため、多くの家庭では日曜日に翌週の準備をします。これは現代日本の働き方とも関係しています。仕事、家事、育児を両立するためには、計画的に時間を使う必要があるからです。そして日曜日の夜になります。日本には、サザエさん症候群という有名な言葉があります。長年放送されているアニメ、サザエさんが日曜日の夕方に放送されるため、その番組を見ると、明日からまた仕事や学校が始まると感じる人が多かったのです。もちろん正式な病名ではありません。しかし、この言葉が長く使われていることからも、多くの日本人が週末の終わりを少し寂しく感じていることがわかります。このように、日本人の週末の過ごし方には様々な形があります。しかし、その背景には現代日本社会の変化があります。会社中心の時代から個人の時間を重視する時代へ、商店街からショッピングモールへ、飲み会文化から趣味の時間へ、日本人の週末を見ると、日本社会そのものの変化も見えてきます。もし将来日本を訪れる機会があれば、観光地だけでなく普通の人々の週末にも目を向けてみてください。そこにはニュースやガイドブックだけではわからない、本当の日本の日常があるかもしれません。今日は、日本人が週末をどのように過ごしているのかについてお話ししました。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。